働いただけでしょみたいな。変わらないよみたいな。はい。管理職っていうのはある意味、選曲を変えられる力を持つわけですよ。社会的に外部の自分の評価を上げる一番手っ取り早い方法とインパクトが大きい方法って、自分が今働いてる会社がでかくなることですよ。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成術などお話ししています。興味のある方、見ていただけると嬉しいです。本日もよろしくお願いいたします。本日のテーマがですね、管理職のその先へチームを超えて組織を動かす力ということで、壮大なテーマなんですが、内容をお聞かせいただけますでしょうか。これも質問があってですね、はい。管理職が昇格するためにさらにやるべきことなんですかと。管理職として数年働いたんだけど、その先に必要になってくるスキルとは何かとか、今のうちから準備できることは何かとか、そんな質問があったんで、タイトル通りね、管理職のその先へと、いうことですけど、正直ですね、その質問もらったときは、と、いや別に数年働いただけなら別に何もないじゃんって、働いただけでしょみたいな。変わらないよみたいな。でもそれは管理職としてやっぱ成果出し続けるだけだから、まあ何言ってんだろうなと思ってまあ強いて言うならば、レベルを上げていくっていうことですよね。管理職としてね。で、そんなこと考えながら、ちょっとまとめてみたんですけど、とにかく管理職になったってことはゴールじゃなくて、ある意味、なんだろうな、また新しいスタートになっただけなんで、そこからさらに上を目指すには、次に話す方向性とレベルアップの構造を理解して、自身の目標を作ったり、どう成長していくかと、そういうのを考えて設計する必要があるのかなと思いますと。シンプルにですね、まずは自分のキャリアだけを考えたときには、管理職になった先って大きく3つの選択肢があると思うんですよね。一つは、例えばその今いる会社でもっと上のポストを目指す。例えばじゃあ今課長なんだったら部長を目指す、本部長を目指す、役員目指すとかですね。そういうことですよね。二つ目は、僕はこれが一番いいと思うんですけど、会社を大きくしようと。だって管理職でしょと。会社ってさ、別に社長だけが優秀だから伸びるとかないんで、管理職がどれだけ成果を出すかっていう、結局人の集合体だから、管理職っていうのはある意味、選曲を変えられる力を持つわけですよ。キングダム的に言うとですね、千人称になったらですね、選曲を変えられるぐらいの力を、影響力を持つわけですよね。だから、一番早いのは、会社を大きくするのが一番早いんですよ。だって、例えばこのぐらいの会社の大きさで、今ここにいるとするじゃないですか。会社が大きくなるとこの三角がでかくなってくるってことだから、例えば、今この三角のサイズで、この真ん中のミドルリーダーのポジションにいたとしたら、会社が勝手に大きくなったら、このぐらいになったとしたら真ん中ここじゃないですか。ここなんですよ。そっか。この狭い三角の中で上を目指すのもいいんだけど、これが一番の話ね。会社でっかくした方が早いんですよ。で、本当です。みんなちょっと勘違いするんですけど、本当のプロフェッショナルじゃない限りは、結局ね、自分の評価を上げる、社会的に、外部の自分の評価を上げる一番手っ取り早い方法とインパクトが大きい方法って、自分が今働いてる会社がでかくなることですよ。みんなやっぱりどうしても会社じゃなくて、自分がどれだけできたかばっかりに注力するんだけど、外部の人から見たら別に知らんわと。一生懸命経歴書にそれを書いて、それをどう信用してもらえるかとか、エビデンスどう取れるかとか考えちゃうけど、でもぶっちゃけ、市場価値って、どこの会社にいたかってめちゃめちゃでかいですよ。確かに。だから、会社を大きくするのが、社会的、要は第三者的、外部的に自分の市場価値を上げるんだったら、一番早いと。管理職なんだったら、その影響力ありますよね。そういう感じでやってたら、勝手にコストも上になりますよ。と思うんで、ちょっとそれましたけど、2個目は会社を大きくしちゃえばいいと。で3つ目は、外に飛び出すって話ですよね。転職、独立企業とかですけど、なので、だいたいこの3つの選択肢かなと思うんですよね。だからはっきり絶対これだみたいな決める必要ないかもしれないけれども、だいたいこの3つの選択肢を考えて、次のキャリア、自分のキャリアを想像したり考えたりとかすればいいんじゃないかと思いますね。なるほど。
ちょっと中身の話に行くと、はいマネジメントとか管理職になったからって言って、割とやることって結構こうまとまってくるんですよね。業種において必要な知識とか経験とかは、まああれど、僕いつも言うんですけど、結局管理職になる、でその最上級は経営者としても、大きく考えたらやること2つなんですよと。お金のマネジメントと人のマネジメントです。お金っていうのは、なんか資金調達とか資金繰りとかそういうことも含めて、売り上げ上げるとか利益を出すとか、こういうことも全部ひっくるめてですね、お金の管理、マネジメント、そして人のマネジメント。人のマネジメント。もう大きく言ったらこの2つしかないよと。なんだ、じゃああんまりやること変わんないんじゃんと思うんですけど、いや、でもそこにはやっぱりマネジメントのレベルがあると。なるほど。これちょっとお金のマネジメントを置いといたとしても、はい。人のマネジメントって言った時に、僕は大きくレベル3つって分けてるんですよね。で、レベル1っていうのは、自分が管理職として自分の部門とかチームにいる人が、目安はね、10人ぐらいとか、これはね、その人の能力によるんですけど、まあまあ初期段階10人としましょう。はい。これがレベル1だと。これって主な手法って、1対1を全員やるんですよ。マンパワーでどうにかですよ。自分のこう熱量とか、ね、ぶっちゃけロジカルじゃなくてもいけるんですよ。そうなんですね。感情的にみんなをこう動かしていく。は感情的に動かすためには1対1で喋るのが一番効果的。なるほど。だったりするわけですよね。これを割と、やる気スイッチをして、熱量が担保できて、自分のリソースの限りできるんで、これは割と誰でもできるんですよ。やるかやらないかだけですね。簡単に言うと。はい。で、この時って大体率先垂範で、プレイヤー上がりのプレイみんなするから、プレイングしつつ、率先垂範でやって、リーダーシップみたいな感じでね、姿勢とか空気で引っ張れるわけですよ。レベル1。だからまあ、1対1で相手を動かすということができれば、あとは自分が取れる時間、1対1で相手にできる人数まではいけるわけですよね。なるほど。これレベル1。はい。大体新任管理職だとまあまあ、今だとどうだろうな。そんなに人数いないで、チームとかもあるんで、10人とかだったら、初級の管理職だったらそんなもんでしょと。だったらまあできますよねと。レベル2があって、これは1対1をコアメンバーにやりながら、1対 N ができるかと。自分の管轄の人数でいくと、イメージ30人とか、人にもよりますけど30人から50人ぐらいとか、こんな感じですよね。ここに関しては必要なスキルがちょっと変わって、論理的思考、構造的思考があって、直接話して納得させて動かすのはできたとしても、この直接話すっていうのができなくなる組織サイズ、人数になると、必ずやっぱある程度論理的に説明ができないといけないんですよね。だからある意味1対1でなくて1対 N で話したりとか、率いるときに納得させられるかどうかのスキルですよ。納得して動いてもらえるかどうかのスキル。そういう時にやっぱり僕が大事にしたのはやっぱりこう Why なぜやるのかとか What 何をやるんだとか How どのようにやるんだとか Future 結構これ大事だと思うんですけど未来ですよね。こんな感じWhy, What, How, Future の言語化とか論理的に表現する、伝える。これができないとやっぱ1対 N 動かせないんですよ。なるほど。これができるっていうことは、言うならばじゃあ30人ぐらいの部下を持って、ちゃんとこう成果を出してる、出せる、出し続けられる、育成ができてるとかね。こういう感じになるわけですよね。これはレベル2なんですよ。レベル3はですね、これはね、30人超えてきたり50人超えてきたりとかですけど、イメージは、レベル2のさらに要はでかいバージョンでいくと、1対1もやるし、1対 N もやるし、1対1対 N。わかりやすく言うとですね、人を介して人を動かすみたいなことがちゃんとできないと、なるほど。変わらず1対1はコアだよね。例えばじゃあ50人自分のチームでいた中で、その50人の中で自分のセカンド的な立場の人をちゃんとコアに1対1しますよと。それがもしかしたら10人いるとするじゃないですか。10人じゃ10人いないかもしれないけど、5人いますという時に、5人だったら1対1これできるから、1対1やって、ここから下を動かしてくれと。
言うけど、例えばこれがですよ、300人になった時に、300人の中で自分の時点のこの幹部みたいな、管理職の中でも幹部みたいな人が、仮にですよ、20人、30人いるとするじゃないですか。30人1対1できないですよね。休めないから。それしかできないから、毎月。いや、無理だから。だからその中でも本当にコアメンバー、1対1やるわけじゃないですか。でも幹部が幹部に向けて1対30。これが1対 N ですよね。に向けて、さっき言った論理的思考も用いながら変えていくわけですよね。なるほど。さらにその30人が自分のチームにさらに伝えなきゃいけないわけですよ。これが人が人を介して人を動かすと、いうことを言ってる内訳なんですけど、これがレベル3みたいな。これはね、なかなかハードル高いですよね。いや、難しそうだな。でもそういうレベルがとにかくありますよと。もう一回言うと、レベル1の時は人数がそんなにいないし、全員対1でいけるんで、なんだろう、極端な話言うと空気マネジメントとか、いいからやれ、やろうぜで通用するんですよ。レベル2からは、なぜそれをやるのかを論理的構造的に伝えられなかったら納得してくれないんで動かないんですよ。そっか。さらにレベル3行くと、人を介してやらなきゃいけないから。こういうステップがあるんで、これレベル3っつったら3つしかないんかと思われるかもしれないけど、なかなかハードル高いんですよね。しかもこれ継続的にやんなきゃいけないんで。なるほど。レベル1はそれでできる。でもレベル2はちゃんとそれが必要。レベル3になると、そう。パッションも必要だし、ロジカルも必要だし、最後にそれを超えてやっぱグリッドみたいなね。それを熱量を継続して伝え続けるみたいな。全部組み合わさらないとできない。そういうのをやっぱステップ上げていくっていうことを意識した方がいいですね。これができないとやっぱりその会社の中でももっと上行けないし、人数増えたら。あとチームってやっぱり数年やったって言うけど、その中での人の出入りもあるかもしれないし、よくあれそのタックマンモデルでいくとね、形成期があって混乱期があって統一期があって成熟期がありますよって、段階があるんですよ。必ずずっといい状態続かないんで、誰がやっても、さらにその先の結果もあるわけですよね。形成期頑張って混乱期ぶつかって統一してって良くなってってすごい成熟されてこうパフォーマンス出るようになったやつってもうまた成熟期のままずっといられるわけじゃないんで。なるほど。こういう年数のやっぱり実績とかも変わってくるんですよね。それをレベルを上げながらやっていくって、まあやることたくさんあるし、なんかそんな感じで考えていくと、そういうところを全部見据えながら、全部レベルを上げていくっていうことを考えてやっていかないと、本当に意味でレベル上がらないし、管理職になったからって悠長にしてる暇はないんですよ。ってことですよね。ミニマムチームの管理職で満足だったらいいんですけどね。その中でやっぱこうね、上を目指していくなら必要なことって、いろいろ、だから今言ったようにあるんですけど、大体みんなここで挫折するなというところを、逆にじゃあ何があればいいんだろうなってちょっと抽出したときに、重要なの2つあるかなと思っていて、1つはグリッドですよ。やり抜く力と。決めたんだったらそこまでちゃんとやり抜くんだと。こういう実績、姿勢、行動がみんなやっぱね続けられないんですよ。なるほど。管理職ってなかなかいろんなことがあるんで、できるかやったことがあるかみたいなしていくと、本当の意味でじゃあこのマネージャーみたいなのをね、さっき言ったレベル3、できますっていうのは相当なことで、管理職って一つでまとめてやったことがあります、できますみたいな勘違いするんだけど、やったことがあるとできるは違うと。このレベル3までしっかりと継続してできますって継続してやってできるようになったって、ある意味エビデンスはまあまあ時間軸もかかりますよね。パッと一瞬結果出して2、3年バーンと結果出してもうやりきったみたいなね、俺できるようになった、これできるよみたいなでやめちゃう人多い。そういう感じになっちゃってこう成長が止まっちゃう人とかも多いから、一つはやり抜く力、結構継続ですよ。もう一つはさっきもちょっと言ったんですけど、Why, What, How, Future みたいに構造的にやっぱこう伝える力が重要だなと。常になぜやるのか、意義とか背景とか考えられていて、それをちゃんとこう言語化できたりとか、What、そのために何やるんだと具体的に求める、具体的に何かやることとか、それをどうやってやるかと、やり方とか、やってったらこんな未来があるよと、こういうのを示せる、ちゃんと伝えられるように示せる人、能力、これは結構大事ですよね。
ですね。この2つは結構重要じゃないかな。逆を言うとこの2つで結構つまずく人いるなというふうに思いますよね。なるほど。なので、管理職になったからやっぱ評価されるっていうのは、第三者からも社会的にもあるかもしれないけど、管理職としてですね、常になった上でも成長して、やっぱレベルを上げて、その結果キャリア上がっていくと。そういった価値を生み出し続けられる人間だけがですね、次のステージにどんどん進むことができるなと思っているので、しっかりとですね、管理職になったら、ある意味そこがまた新たなスタートですから、その先へ上へって言うんだったら、レベル1、2、3みたいなのを把握しながら、チームを超えて、ある意味組織を動かす力を身につけていくということを意識してやっていってもらえればいいんじゃないかなと思いますよね。はい。ありがとうございます。管理職はスタートラインだと。はい。を意識して、ちょっとこれからもいきたいと思います。はい。管理職のその先へチームを超えて組織を動かす力ということで今日は以上になります。最後まで見ちゃった方、少しでも気づき、学びがある方がいたら嬉しい限りです。ありがとうございました。